粉もんビーツ、今日もセッキーとミヤーヌよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。声優の南條佳乃です。よろしくお願いいたします。なんでも今日は私が喜ぶ企画も用意されているということで、そうだってなんちゃんせっかくね、はい、こう大阪まで足を運んできてくださったので、そうですよ。そう来ましたよ。喜んでいただけそうなスイーツを我々とプラスアルファスタッフで持ち寄って、あ、そんなたくさん、はい、お召し上がりいただこうかなっていう。いいんですか？嬉しい、いい企画ですね。そうでしょう。僕たち食いしん坊キャラですからね。あ、そうですね。もうもりもり食べていきたいなと思いますけども、今回はこのようなメニューをご用意しております。一つ目がお便りビーツということで、今回たくさんのお便り届いているんでしょうか？いるんでしょうかということで、僕のこのエプロンをですね、何ですか？突っ込んでいただきたいところなんですが、またなんか手作り感満載な。そうですね。はい。何ですかそれ？毎度どうもですね。何？お便りプリーズビーツ。お便りプリーズビーツですね。もっとたくさんいただけると僕たち嬉しいなっていう。初ですか？お便りご紹介できるの。はい、ちゃんとその一般の視聴者さんからいただくのは初。そうですね。だって前回さ、お便りコーナーって言って前回から募集始めましたからね。そうですね。前回は社内のスタッフからのね、あれでしたから。はい、じゃあ今回はもう初の視聴者さんからお便りがね届いているといいなということで、はい、楽しみにしております。そして2つ目が新コーナーです。おもてなしビーツ。おもてなしビーツ。はい、これね、冒頭でもちょっとお話ししたんですけど、関西にまつわる美味しい食べ物をセッキーとミヤーヌ、そしてスタッフさんからもご用意していただきまして、私のお腹を満足させていただこうというコーナー、素敵なコーナーでございます。楽しみにしてます。いや、もうぜひ、はい、はい、関西のね美味しいもの、いや嬉しいですね。なかなかこうお仕事で来ることありますけど、スイーツまでねなかなか届かないので楽しみにしております。では早速一つ目のコーナー行ってみましょう。お便りビーツ。このコーナーは視聴者の方々から私たちに関わることの質問や番組の感想、今後やってほしいことなど募集しております。宛先はですね、こちらのメールアドレスまでよろしくお願いいたします。YouTube の概要欄にも記載してますので、どしどし送ってください。そして今回は待ちに待った本物の視聴者さんからのお便り届いているということで、粉もんネームムムさんからいただきました。ありがとうございます。記念すべき、ありがとうございます。お一方目ね、ありがたいですね。関西に住んでいるお二人に質問です。はい、おすすめのたこ焼き屋さんはどこですか？もう音全然関係ないです。たこ焼き屋さんもたくさんあって、大きさやトッピングも本当にたくさんの種類があって、いつも迷ってしまいます。おすすめのお店ぜひ教えてください。パッと浮かぶのはまず前回のコナエでのバイノーラル収録でもお世話になったたこの鉄さんです。たこの鉄さん。そうですね。あちらは味ももちろん美味しいんですけども、あれ実は自分で焼くことができるっていうのが売りの一つなんです。そうなんですか。すごい。そうなんです。私意外と結構うまく焼けます。ホットプレートでしかやったことないですけど。いや、それやったら多分いけると思います。結構凝り性なんですよ。でもね、スピード勝負ではちょっとできないですけど。両党でね。はい、丹精込めてまん丸に。あら、じゃあなんちゃん絶対楽しめるお店です。最初だけね。早く食べたいな。最初ちょっとやりたい。そう。自分好みの焼き加減で作り始めから食べるとこまでを味わえる一大エンターテインメントになってるわけです。たこ焼きってやっぱソース味がね有名だと思うけど、大阪来て初めて塩味食べたんですよ。あれはわなかさん？難波グランド花月っていうところの横にある、分かんない、ケータリングで置いてあったから分かんないけど、ライブで来た時にソース味とお塩味を置いてくれてて、あそこも老舗でね、もうまさにこの後おすすめしようかなと思ってたとこやったんですよ。クックルさんも好き。クックルさん僕知らないんでメモっときます。本当？駅にあるじゃん。駅に。じゃあすみません、勉強不足で失礼しました。私14でねクルルさん役やってるんで、今ねどっちがどっちか分かんなかったですね。
くくる役って言ったら大変なのでね、いつもドキドキするんですけど。今すでに混ざってきた。どっちこれ。はい、くくるがたこ焼きが。たこ焼き。はい、ぜひ、私がおすすめしてるけど、じゃあいろいろねお店も教えてもらいましたんで、ぜひムムさんなんぼでも出てきますよね。参考にしてみてください。では続きまして、アイホさんからいただきました。ありがとうございます。セッキーミヤヌ、そして南條さん、こんにちは。こんにちは。毎回楽しく見ています。ありがとうございます。早速ですが、南條さんは譜面が読めないとご自身でもおっしゃっていますが、普段どのように、曲の音程をとっているのでしょうか。音で覚えてるとしか言えないですよね。だから最初はデモ音源の状態の時に、そのシンセメロディー、シンセで入っているガイド、なんかカラオケとかに行くとよくピーピープーみたいな入ってるの、あんな感じで入ってたりするので、それ聞いて覚えるって感じですかね。セッキー、そのギター弾く時って楽譜見るんですか？そうですね。いや、もともとその譜面にはそんなに強くないんですけど、そうなんですか。はい、あまりその書き譜が指定してあるこの通り弾いてくださいっていうものがあれば、もう読まざるを得ないんですけれども、はい。高いか低いか、どんな長さか、ざっくりぐらいしかわかんないんですけど、あまりにも難しい曲が来たら譜面を見ますけど、どこにどの歌詞がある、紐づくのかみたいな確認を。それもしますね。それもするし、違う方が歌ってくれたデモ音源みたいなとかもらうんですけど、私それ聞いてるとね、歌い方映っちゃうんですよ。なのでね、ガイドの音を聞きながら覚えております。はい。じゃあ続いて、最後のお便りです。粉もんネームルーさんからいただきました。ありがとうございます。なんちゃん、セッキー、ミヤヌ、こんにちは。こんにちは。私は関戸さんがコンポーザーを務めたブレイブフェンサー武蔵伝が今でも大好きで、プロフィール紹介の BGM にゲーム中で使われていた武蔵伝説が流れた時は嬉しくて思わずおーと声が出てしまいました。嬉しいですね。ありがたいですね。楽器の作り方の発想には毎回驚かされているので、寿司オケの寿司オケシリーズね。これからどんな楽器が増えていくのか楽しみにしています。そうです。楽しみにしてくださっているので、そうですね。もうネタが寿司だけに。はい。寿司だけに。うまい。本当？関西に来てうまいとか言われてしまいました。しまった。何も突っ込まずにそのままうまいって言ってしまった。うまい、寿司だけに。うまいもね。ネタもうまいも。でももし寿司オケでこんな楽器ができませんかみたいなのがリクエストがあれば。リクエストもね、歌えるコーナーできましたしね。なるほど。そういうのもチャレンジ。ね。でもまだ楽器っていっぱいあるんじゃないですか。そうですね。たくさん。打楽器系とか言ってないですよね。打楽器ですね。はい。寿司オケで打楽器でもそのまま叩けばいいんじゃないかな。でも大きさ変えたりとか。そうですね。音変わるんですかね。いずれオリジナル楽曲とかね。オリジナル楽曲。なるほど。寿司のゲームとか作りません？寿司のゲーム盛り上がってくると曲が流れ始めてわちゃわちみたいな。はい、というわけで。じゃあリクエストを募集ということでございます。音に関係すること、全く関係ないことなどなど引き続きお便りお待ちしております。続いてはおもてなしビーツのコーナーです。来ました。このコーナーは関西地方にゆかりのある食べ物を私なんちゃんに、おもてなししようという素敵な新コーナーでございます。いい企画ですね。いやそうなんですよ。でもこれ大阪来ないと発動しないコーナーですか？そうですよ。これはここだけのねこうジョブなんでそれはなかなか次回以降どうなるのか期待ですけどね。もちろんね、ぜひ我々としてもね嬉しい。はい。今回はなんとですね、セッキーとミヤーヌだけじゃなくてスタッフさんもそれぞれ一品ずつ、ご用意していただいたということでとても嬉しいですね。どんなものをご用意してくださったんでしょうか。それでは早速セッキーチョイスのおもてなしビーツをご紹介お願いします。はい、私が選んだスイーツはこちらになります。すごくないですか？何？はい、寒袋というお名前の
くるみ餅。くるくるみ餅、はい、私が知ってるくるみ餅と違う。ご存知のものとはちょっと違いますか。なんか違う気がする。甘木楼さんのくるみ餅は夏になるとかき氷にこれをドスッと乗せて、ドスッと乗せて、はい、美味しいですし。白玉的な感じなんですか。そうですね。はい、あんと白玉。美味しそう。はい。食べていいですか、もう。なんでそう言いにくいみたいな。おもてなしと言っておきながら何か見せるだけみたいな。クイズです。なんでお食べていいの、おもてなしだって言ってたんですか。言ってんのにここでクイズです。ただでは食べさせないこのクイズに正解した場合のみそんな食べることが。そんなことあります。はい。不正解の場合は残念ながら私の方で全部。いや本当に食べるんですか。僕でもいいですか。大丈夫です。まあいいですか。その場合2人で仲良く食べてもらって、いや絶対正解したいですね、これは。こちら甘袋さんのくるみ餅ですが、くるみ餅の名前の由来を当てていただきたいです。なるほど。はい、まず A、あんで餅をくるんでいるから。くるんではなくない。はい。で B、あんにくるみを使ってるくるみ入ってますこれ。くるみを木の実ですね、いわゆる木の実ですよね。使っているから。C、食べた人に幸せが来る。幸せが来るように。くるる。ということで。くるるまた来たこれ。はい、この3つのうちにどれでしょうか。いやー、ちょっと待って、これくるんでるって言います。お、これはあれですよ、探りに来てはりますよ。これくるんでる。これかかってるじゃないですか。これは大阪ではくるんでる。なんちゃんのこの見抜こうとしてる顔ね。さっきは目をそらした。お餅好きだから。なんか怪しい。宮野は知ってる答え。知ってる？なんでいい乙女でさっきからいい大人2人が知ってるのか知らないのかって答えを知ってる？じゃあこれはくるんでる？なんちゃんマジでお餅好き。マジだよ、お餅好きだもん。これまあ関西ではね、これはくるんでるって言うんですよ。本当に？嘘ついたら承知しないから。怖い、マジ怖い。マジ怖いこれ。圧をかけて。2番なんでしたっけ？2番はあんにくるみという好み。そうですね。そう、それはね、私くるみ餅って言ったらなんかこうもっと固形でなんかふわふわしててくるみも入ってるお餅を想像してたんだけど、じゃあ3つ目は幸せが来るように。食べた人が皆さんハッピーになる。それよりも強力な明確な答えとなるものが今まで出てきてましたか？出てきてましたね。出てきてましたね。かな。でも C もね、すごい素敵すぎないですか？これ蓋を取って中を見ていただくとひょっとしたら答え入ってるかも。あるかもしれない。正解はみたいな。開けます。くるみ餅。せーの。バン。いっぱい入ってる。すごいな。ちょっと匂ってみよう。なるほど。くるみの匂いしました？ということは？何の匂い？ちょっとこれ僕も実はね、僕は初めてなんで匂っていいですか？いいですか？匂う？そんなにそこまで分かった。強い匂いはしない。答えます。はい。南條が思う正解は A のあんで餅をくるんでいるから。さあこの答えは正解です。正解だ。おめでとうございます。おめでとうございます。こんだけね、必要に尋問されればね。くるみ餅の由来がですね、青大豆で作られたあんなんですね。これ大豆の匂いだったんか。はい。青大豆のあんで白玉をくるんだ。くるんだから。くるみ餅ね。はい。くるみは使われております。トンチみたいな。くるみ餅いただきます。重い。超いいリアクションじゃないですか。あらあら、あったかいお茶と一緒にいただきたくなりますね。じゃあちょっと大将お茶上がりして。大将。まだ上がんない。甘さも程よくっていい。甘袋さんっていう
お店なんですけれども、はい。なんと室町時代室町時代はい、創業で、すごい今26代目の店主わさんあ、が老舗ですね。作られております。はい。素敵。はい、で先ほど言ったように夏は、かき氷に、かけて食べたりということで、はい、こちらの店舗でも、お席が40席ぐらいあるんですかね。そこでも食べれますし、持ち帰りもありますし。持ち帰りだとこれってことなんですか？いろいろ選べますね。タそうなんだッパーに入ってるものもありますし、こういう壺のものもありますし。おしゃれでいいですね。はい、ちなみに通販はやってない。じゃあもうすごい来てよかった。圧かけてよかった。出来たてを手圧かかりましたもんね。それでは続きまして粉もんスタッフさんが選んでくれたおもてなしスイーツをお願いします。じゃあ次はこちら。おお、じゃあね、見た目可愛い。可愛いし、めっちゃいい香りしてません？甘い。そうですよね。ふわーっと漂ってきますね。匂い。これははい、ご覧の通りリンゴ飴リンゴなんです飴。けれども、あらりんごさん。あらりんごさん。はいの、リンゴ飴ですね。鮮やかですね。鮮やかですね。でこれもね結構希少なものでして、青森と関西のところにしかお店がなくて、そうなんだ。そうでリンゴはこれ青森産を使ってるんですけど、賞味期限がねその日限りなので、そうなんだ。あんまりあちょこちょ持ち歩けないということで、非常にレアなものになってます。素敵、美味しそう。でまた見た目がほんま可愛いですね。結構リンゴ飴ってなんかお祭りとかで夏祭りとか見た記憶があるなとか、食べる時大変だなっていうイメージがあったんだけど、どっからかじろうかみたいなね。そうでもなんか最近またなんか流行ってるのか何なのか、東京でも何店舗か私見て、で食べたら美味しかったんですよ。でそこからねちょっとハマってて、だから美味しそう。なんか東京のじゃないのも食べてみたい。あら、なんちゃんだってこれ見て、これめっちゃ蜜入ってる。いやめっちゃ蜜も入ってるし、絶対うまいやつですよ。いい匂い。いい匂いでしょ。早く食べたいでしょ。食べたい。クイズいきますよ。はい、じゃあ問題。リンゴ飴発祥の地は次のうちどれでしょう。1番、アメリカ合衆国。アメリカ。2番、日本。日本。3番、中国。中国、うわなんかどこもありそうだな。ありそうですよね。でも日本のお祭りで、忘れにしようかな。全部日本のお祭りであったのはもうその時点ですでにどっかから来てたってこと？それとも発祥ってこと？それがクイズ。でも何か日本を疑ってかかっていらっしゃるようです。いやいや、日本のものだったらそりゃ嬉しいよ私は。ねえ。答え知ってる？これはね知ってます。意外だった？うまいわ。うまいわ。意外だった。意外だった。マジで？意外だった。最初どこだと思った？答えやんもう。最初どこだと思った？まあそりゃね、リンゴと飴。リンゴと飴か。日本っぽいよな。でも意外だったってことは違うってことか。なんかね絞れてきたなこれね。ってことはアメリカか中国。そう、どっちの文化から流れ込んできたのかという。いや、どっちも手軽に食べそうだよな。でも食べ歩きの文化って中国の方が多い気がするな。まあ中華街とか行ったらね、いろいろ買って食べたら美味しいし。どっちだろう、食べたいな。なんでリンゴを飴で包もうと思ったんだろう。すげえ深いとこまで行ってる。なんで？先祖たちのなんか祖先たちのね、食べて美味しいしな。もうちょっとヒントがあった方がいいよな。これも一周ぐるっと見てみると分かるんですか？マジで？なるほど、なるほどね。そういうことか。もしかするとどっかにこれ。あとこう火にかざしてみると影がこうポトンって落ちるじゃないですか。嘘でしょ。最初に影を影全然。もう答え出てます。もうこれ完全答えです。そう。なんで？影を見てくださいよ。影？はい。トンチが効きすぎてる。かじった後は。ここにかじった後。スマートフォンとか音楽プレイヤーとか PC を作っているのがあれですよね。なるほどね。
すごいじゃん、それすごいじゃん。ヒントっつうかこれまたほぼアンサーなじゃあ感じが答えを言っね。ていいですか？いいんですか？言っちゃってください。はいどうぞ。正解は A のアメリカ。さあこの答えはなんだこいつら。正解。正解。裏切るのかじゃん。こいつらって言っちゃった。人生の大先輩たち。やったそうアメリカなんですよ。これね、はい、これねちょっと解説しますよ。知りたい。なんとリンゴ飴の発祥はアメリカ合衆国で、うん1900年代初頭にニュージャージー州でうん。発明されたと言われてるそうですね。で、なんかねアメリカの方では今でもキャンディーアップル。うん。キャンディーアップルは頭の中に浮かんできたよ。あ、じゃあもうキャンディーアップルそうですよね。テストとして親しまれてるそうですよ。ねうん。ではいただきます。これなかなかこの形状で食べるの難しそう。ねさあ超いい顔してる。もうあら。リンゴジューシーだし、そこにこのアメちゃんの甘いのがいい感じに合わさってめちゃくちゃうまい。味のハーモニーが。うん店舗でもね食べていただくことができて、この店舗がまたおしゃれなんですよ。なので、はい、近隣にお住まいの方はぜひちょっと足を運んでね食べてみてください。あらリンゴさん。あらリンゴさん、はい。さあ続いて3品目です。3品目も私は食べることができるんでしょうか。続きましてはミアーヌチョイスのおもてなしスイーツ。そうです。お願いいたします。はい、じゃあ続けては私のチョイスでございます。こちら。おお、すごいなんか品がありますね。でしょう。これはね京都の一乗寺中谷さんという、お店の絹ごし緑茶ティラミスっていう。なんかでも見たことある気がする。テレビとかで取り上げられて、もうそれでもう大人気商品で今。それは絶対食べないといけないな。そうですよ、そうですよ。食べていただきたいですが。はい、じゃあいただきます。おっと、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 おっと。ね、こんな美味しそうなものですし、召し上がっていただきたいですが。ここでクイズです。知ってますよ。はい、ではこちらの絹ごし緑茶ティラミス、オンラインショップでは一体何ヶ月待ちの状態でしょうか。1番、2週間待ち。2週間。2番、6ヶ月待ち。半年。3番、9ヶ月待ち。一番中途半端だもんな、9って数字が。中途半端ですか？そうじゃない？あれ、でもこの時点ですでにヒントがありますね。何ヒント？何ヶ月待ち。ほんまや。いい人だな。誰だこの台本書いたの？優しいな。2択だ。6ヶ月か9ヶ月。マジかよ。マジっすか？あ、じゃあ問題変えよう。なんで変える？嘘。何にも知らない。いやどうしようかな。なんか。そうですね。どう？合ってそう？これ引っ張ってもなんかあれじゃないですか。ちなみに違うクイズ出そうとしてたのは違うクイズ？違うクイズはこの表面のね、これ模様がすごく特徴的じゃないですか。これはあるものをモチーフにして9ヶ月待ちだ。あ、そうか。ほら。違います。違います。違うか。それじゃないですけど、あるものをモチーフにしてるんですよ。それは何でしょう？何？じゃあ2人ともなんか。あるものをモチーフ。京都でしょ。お庭によくこういう石のありますよね。ありますね。なんちゃんすげえな。すごい。それって言ってしまったけど。合ってる？なんていうのかちょっと名前までパッと出てこない。これはもう枯山水っていうね、お寺とかのお庭によくあるこうね小石でこう波とかを作ってこう岩を置いてるあれをモチーフにしてるんですよ。だそうなんですよね。こうやってお話ししててもどんどんぬるくなっちゃうから。そうですね。当てに行くね。はい。3番の9ヶ月。この答えは正解です。おめでとうございます。嬉しい。よし。でこれね、あまりに人気すぎて、ネットで注文してもねなかなか買えないんです。で、事前に電話とかで予約をして
当日取りに行けば、うん現地では優先で販売してもらえるんですけど、そうなんだ朝これね取りに行ってっていう感じで。そうなんだそう宮野が朝何時に行かれたんですか？お店が9時からなので、うん7時ぐらいに家を出て行ってきました。ちょっとね京都の北の方へ。はい、じゃあなんちゃんどうぞ、召し上がってください。いただきます、はいどうぞすっごいめっちゃなんだっけ緑茶そうそう緑茶なんですよ。めっちゃ色綺麗でしょう、んまあ、ティラミスっていうと洋のイメージだと思うんですけど、うんこれはこういわゆる和洋折衷っていうかね。確かにねいただきどうぞどうぞ。おお、よかった。よかった。香りが予想してるティラミスとまた違うと思う。全然違うもう和ですねこれそうでしょうんこれはその白いところはうん豆乳のムースにうん白あんを練り込んでるそうなんですうね。ん生クリームよりうん軽いかもだからあ、そうそう、なんかつるっと入る感じで。うんこの表面とかはこれ丹波篠山の黒豆とか小豆をはい置いてるというね。これそう。はあ丹波といえばみたいな。なんかいやー全問正解しましたね。なんちゃんの食への執念をずっと。私しか食べてないね、僕ら実はねめっちゃ食べる気満々やったんですよね。そうですいやすいませんねなんかおもてなししてもらっちゃっていや本来のコーナーのね美味しかっ趣旨通りですから。たありがとうございます無事にねあってよかったです。またあるといいなこのいいコーナーねそうでしょう。第2回、第3回をねどんどんやっていきましょう。まだまだ美味しいものありますから。いやもう楽しみありがとうございましたというわけで以上おもてなしビーツのコーナー